ヒゲラドデジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説5月シーズンデイ6日目やっていきたいと思います。37対34というところで7前回かな。星1あるので8前回ですね。本日も時間切れをかまして 97% でございました。早速やっていきましょう。さあ、スタートロからクイヒーラバル。6時からクイヒースタートで、テスラチェックも兼ねたバーバリアンかつアーチャーターのタゲを取ってる間にウィザードが大工を切ってサイドカットをやっていきました。オールブレーカーどう入れていくかですね。開けずにこのままマルチ IT の方を入れてエアスイーパーを狙っていくのか、それともウィズトの方を開けてこのマルチ IT 対1クロスを何かでケアするのか。いろんなやり方があるかなというところですね。両サイドカットして、キングのルートを作ってるような見た目には見えますね。ロイちゃんの方はストライカー刺しましたが、なくても刺せそう。ドリルでこっちをケアしていきました。若干早かったかなって気もするけど、これ。さすがにこれ早い気もするけど、まあって感じ。これはウォールブレーカーをエアスイーパーに刺さないの。ね。じゃあ、ボムタワーの方刺すのかな。このテスラを折り切って、ウォールブレーカーね、今投げちゃうとテスラに入っちゃうからね。どっちにしろ諦めのウォールブレーカー追加で、このままボムタワーのところを入れていきたいんですけど、届いていく。いいウォールブレーカー。これはいい、あれになりましたね。突イエティミの、より安全に、テスラチェックもね、最初のバーバリアンとかでもある程度できてますからね。シューターではないので、ホグライダーはクイヒーのための縦チェックみたいな感じでね、走らせていきつつ、タウンマリに投石機がね、2個あるんでね、これクイヒーさえ活かすことができれば両方ケアができそうというところと、空飛ばない、空飛ぶユニットを撃てる方のクロスボウがあるというところで、ここもね、クイーンでケアできる感じだし、対地じゃないのでクイヒーに対する被弾は結構少なめというところですね。投石ちょっと、レイジタワーの乗った投石受けたので、バルーンの HP はちょっと落ちちゃいましたが、ダブルフリーズかましてもいいレベルですね、これ。そういう感じに打ちましたね。ダブルフリーズかまして、裏の方もバルーンしっかり展開されて、一回、最後のとどめのフリーズかけて、貫通していっての前回と、トルネそんなとこにあんだ、これ。そこをオールブレーカー作るんだね。これもクイヒールート良かったっすね。いいクイヒールート。ドリル刺すというところでもね、すごくいいあれでしたね。さあ、ガーサス。クイヒールート強い。ヒロヤさん7-0なので、そうですね。クイーンとマルチ IT、レイジタワー、エアスイーパーと、バリューでかすぎる。これは非常にいい天才。キング投石区画にぶち込みつつ、クイーンをこのまま流していって、ウッドランチャー来ましたね。ゴーレムで竹取りつつ、イエティバルーン、バルキリーウィザード。ものすごいカットをしていく。イエティなんですけど、一瞬で溶けちゃいましたね。モノリスの火力よ。ここからスケルトの呪文を使っていってモノリスのターゲットを止めるようなイメージ。ウッドランチャーでクイーンの道も開けつつ、そもそもマルチ IT もウッドランチャーでダメージ入れつつって感じですね。遅れてアイスゴーレム。この辺対地クロスのタゲとかね、取ってくれると美味しいんですけど、シンプルにゴーレムがまだ生き残ってるけど、タゲはこれロイちゃんだな。フリーズ一発挟むのもいいかなと思ったけど、もうフリーズ一発しかないから、なかなか打ちづらいですね。ディギがフリーズみたいなことしてくれました。こうなると、タウンホールがね、残ってるので、さすがにそっちにフリーズレイジは咲きたいようなイメージなんですが、いいバルーンの追加ですね、これはね。ロイヤルチャンピオンをサポートするバルーンを追加で出していったことで、ロイヤルチャンピオンの方で逆に投石を取ることができつつ。ここで一気のレイジトームをかけてきましたね。モノリスの方も、モノリスじゃないや、トルネードの方も発動してるんですけど、ここでレイジが使えることによってバルーンね、全部の数が
寄ってるわけじゃないんですけど、3体ぐらいかな、レイジバルーンで落とすことができて、裏にヘイストバルーン。いや、これは天才のね、7-0が非常に惜しかったのと、7-0を生かした結果、どこにヒーローパートをするんだって言った時に、ウッドランチャーを選択してね、突っ込んでいったところ面白かったですね。うまい。ボタンホールをね、結構残して終盤気味に見ていく。結構14とかね、そういう時に多かった攻めなんですけど、15でやるのはあんまり見てない。あんまり見ないね、これ15でウッドランチャーラバルね。対策陣とかにやってるのはわかるけど、こういう配置にウッドランチャーラバルはそんなにまだ見てないので、面白かったですね。14っぽい攻めで。いろいろ落ちちゃってるので、あとはバルーンで回収ですが、しっかり全開です。ガーサス。さあ、リュウト君、クイヒーラバル。6時から来ましたね。スミゴブ使いつつ。ウッドランチャーセットしてるんですけどって感じかな。火力も高いところ、真ん中中心ドカーンと行くのか、陸母殿の方にかけるのかって感じですが、来ましたね。キングのタゲをクイヒで拾いつつ、ウッドランチャーこのまま中心部通して、イーグル砲落としてくれましたね。キングフィスト使って、モノリスのターゲットも入ってたんですけど、フィスト使ったタイミングでずれましたね。さあ、ここで一気のトームですね。モノリスの方にもこれはダメージがウッドランチャー入って、すごい高いダメージなんですが、トームが入っていることで大丈夫と。モノリスの方を降り切って、ここレイジ使って、クイーンの方まで降り切りましたね。強い。ロイヤルチャンピオンの方ね、インビジブル使って延命クイヒーの方もレイジを乗っけて、これ大事なんだよね。シングル IT までは降り切れませんが、結構なダメージは入った。これマルチ IT までロイちゃんいけると強いよ。いけそうね。これはいけるね。ナイス。クイヒーの方ももう一回穴開け入れて失敗してるんでね、1本目。外周部広がらないようにベビドラバルーン、ウィザードとガッツで内側に広めていく。ターンホール14の時にこれも流行った攻めですね。14の時の攻め方をね、そのまま同じようなやり方で前回攻めていくのすごいね。あとウォールブレーカー2枚あるんですけど、ここは水と前を開けていって、クロスボウを直でするようなイメージで見てるかな。最悪、こっちとか内側入っちゃったとしてもだよね。ダバルだけでもうタウンホールはケアできるぐらい削れてますね。ただシングル IT さえ折れればって感じなので、さあウォールブレーカー来ましたが、シングル IT に当てれるようなバルーンを先に出しといても、どっちにしろそっち行くからいいと思うんだけど。AT 機って上側の方も、来ましたね。シングル IT を出すような。そう、このバルーンが結構早めに投げてやってもいいのかなっていう感じかな。タウンホールの方はクイヒでしっかり黒を食わせることができて、あとはめっちゃ回収いろいろやって、シングル IT などから結局そう、バルーンがここがね、クイーンじゃ届かないので、バルーンが担当する役割になるので、ここや、バルーン差し込みつつ、さあ、ヘイストバルーンで GG と。クイヒーとね、リクパートでの伸びがえぐかったっすね。それに尽きるかな、この前回は。さあ、小川よっちさん、めちゃめちゃ前回取ってますね。スケルトンインビジブルコウモリ。コウモリはない。スケルトンインビジブル。真ん中2つなのか、マルチ IT なのかって感じですが、どっちでしょうか。クエイクまで揺らして真ん中2つに落としていきますね。基本的にスケルトン2枚ってなったら真ん中2つのことが多いかな。理由としてはね、モノリス壊した後こうやってクランジを一緒に叩くことができるんですよね。大盛りじゃなくて、スケルトンじゃないとね、クランジを打つことできないんで。隣接してるところは、大盛りよりもスケルトンの方が、どっちかの施設を壊した後にね、残った施設の方を一緒に殴ることができるので、そういう使い方が、多いかなって感じもする。結構火力の高いところにキングも HP 削られてるんですが、フィスト使いつつ、いいアイゴレがこれは入りそう。素晴らしいアイゴレだ。クイーンは、
まあ若干入ってくれればよかったんですけど、まあ対地クロス残るところでラバラにはそんなに影響ない位置ですね、ここは。クイーンクロークでイーグル放りつつ、ロイヤルチャンピオンマルチ IT まで伸びてほしいので、ここは一度インビジブル。さあ、マルチ IT フリーズかけて、ブーメランかましてマルチ IT まで。ボマーがあるんですけど、どこ刺しますかね、これは。タウンホールまだ起動しないの美味しいな、これ。ここで起動したので、トームをかけてタウンホール落として、まあそこまで行ってくれれば GG という感じ。さあ、裏の投石を取るために、ボマーが来ましたね。ラバまだ残してんならもう12時展開かな、これは。12時ラバル展開で内側に絞める方がいい気はするけど。うん、そうですね。12時ラバル展開で内側絞って対空砲、そう。こういう使い方が基本かなと思います。フリーズ一発残ってるので、まあ、ボマーから出てきたドラゴンライダーがこのまま生き残りそうですね。さあ、フリーズ延命しつつ、あとは回収していっての全開ですね。落ち着いてましたね。ガーサス、強い。さあ、やったーさん、スーパーボーラー。3時からのおでひで、大砲を追ってシューター上からって感じかな、こそしたら。ババチェックからのシューターセット。ウォールブレーカーの拡張もやっていきつつ、この配置って多分、ナビの配置に似てるけど違うのかな、わかんない。なんか、ジャスマックイエとナビの試合で、なんかその時花火使ったドラゴンやろうとしてた、ヤッターさんが攻めた配置にちょっと似てるなって印象を受けましたが、どうだろう。全く同じかはちょっとわかんないです。レイジタワー発動させないようにしましたね。まあ、ウォーデンからのね、ウォーデンへの被弾も当然入ってたんですけど、さあ、ここで中心部、ウォールブレーカーからのジャンプで、アイスゴレム固まってますね。さあ、どこまで貯めるか。合流していって、しっかりキングのフィストをぶち込んで、ここでトーム。いいですね。フィストまでしっかりトームにかかりきって、タウンホールの方まで届いていきました。さあ、スーパーボーラー、タウンホールを殴るんだ。さあ、しっかりケアして、残ったところにロイヤルチャンピオンが刺さっていって、反対サイドの投石の方は、シューターから出てきた EAT でケアができます。レイジはもうすでに打っている。クイーンが当然 HP は落ちてくるんですが、ここはクロークからのインビジブル検討かな。無理ならロイヤルチャンピオンに回すというところ。3連巨爆で一気に消えましたね、ユニット。タウン裏の3連巨爆は、さすがに苦しいね。レイジター乗ったマルチ IT もセットだったし。さあまあ、インビジブルがあるんでね。マルチ IT 降りつつ、マルチ IT が折れればスケルトンの呪文でタンクができるのでね。さあ、ここでインビジブルですね。そうですね。で、スケルトンの呪文を、そう、素晴らしい。で、タゲ取って、ストライカー刺してキングを処理して、裏回ってきたイエティ2体が9時の方もターゲット取りつつ、ミニエティの方で処理ができそうですね。祭壇残ってるんですけど、あとはぐるっと回っての全開ですね。もう、スーパーボーラー編成とか特にね、最後の締めくくり方ってマジで時間も含め大事なので、残ったね、スケルトンの呪文、フリーズ、インビジブル、そういったね、サポート呪文がだいたい1個2個ぐらい残って、ロイヤルチャンピオンをどう生かすかみたいなのがね、大事になってくる展開が非常に多いので、最後の締めくくり方は上手くないといけないし、上手くなる戦術かなと思います。さあ、クラウス、クエイク2発入って、珍しいっすね。なんか面白いことしてくんのかな。さあ、トーム、落っことしていく。突ウィズかな。はいはいはい。ここ確かにバリューえぐいな。これ、スタドラが攻めた配置ですね。なるほど。
クエイク使ってダメージを与えることで投石機を追っていくというところ。まあ、多分、1枚で結果的には取ってたんですけど、もうちょっと入ってなかったら2枚必要なので、まあ、ケアでね、2枚持ってきて確実にっていうイメージでしたね。まあ、その分、インビジブルの数がね、減らされているので、まあ、全然、呪文の枠数としては使った枚数そんなに悪くないというところでしたね。そのクエイク採用強いな。まあ、もしかしたらね、レジェンドリーグの攻めとかで、若干壊せなかった時に、あ、これクエイクあったら強かったな、みたいな感想をもしかしたら持ってたのかもしれないですね。跡地がすごいんだけど、これ。賭博がすごい、殺意が。タウン前なのにウォーデン使って突撃観察していくっていうのがね、結構、突ビズっぽくないよね。ちょっとクイーンが上流れてきれましたが、戻ってきて、1枚ウォールブレイカー。まあ、奥のね、投げてきましたね。スタドラのがね、攻めた配置と同じような感じなんですけど、真逆のところをヒーローパートでやってますね。突ビズで落としたところをなぞる。ね、同じようなところにヒーローは入ってるんですけど、順番と方向性が逆みたいな感じで。ロイヤルチャンピオンも合わせつつ。ここからはラバルがあるんですけど、まあ、ウォーデンいない代わりにラバさんで呪文も結構残っているというところで、まあ、クイヒーであのルートを取るか、スーサイドでこれやって、ラバルのね、呪文がたくさん使えるか。どっちの方がメリットあるかなって考えたときに、両方メリットがあるんで、まあ、やり慣れた方というのがね、多分答えになると思うんですけど。強いね、これ。強いね、これ。めちゃくちゃ強いね。さあ、ロイヤルチャンピオンも能力残って。テデウォーデン使って、クエイクの発想も非常に良かったですね。バカほど強かったな、今の。さあ、2アロ目。うん。3時クイーン点、あれ同じ配置か、これ。同じ配置を、スタドラの時と逆サイドでやってますね。スタドラは6時やってたんですけど、3時にやってますね。クイヒの動かし方はみんな同じような感じなんですね。うん。ここストライカーまで添えつつ、ホーミングチェックのバルーンかな。うん。ドリルではなく、ここは突イエティを刺していくというところですね。レイジまで置きつつ。インビジブルを使って、マルチ IT 先降りたい援軍釣られちゃう。ウォールブレイカー使ってきました。キングを上側へ。逆サイドでやって結構似たような展開でもあるんですが、マルチ IT から打ってくれた。イエティ。ウォールブレイカーどこどこ来て。ルート的には結局同じような使い方になりましたね。兵器が違う。ルートは逆サイドですが、結果的にはすごくいいルート。同じような感じで入ってます。呪文の余裕がね、スタドラの方が若干あったかなっていうところ。突イエティにレイジ打ってたんですけど、スタドラ打ってなかったんじゃないかな。打ってなかった記憶がある。投石の方も降りつつタウンホール届いて、ここはフリーズ。まあ、クロークも当然残っているというところですね。先に打ちたかったな、それ。うん。クローク打たんでも先にタウンホール打ってくれるやろう読みでね、クローク打たなかったと思うんですけど、レイジに乗ったスケルトンがすごい速さで届きましたね。さあ、ロイヤルチャンピオンが能力残ってるので、あとは全開というところですが、まあ3本同じようなね、配置が続いて出てきたので、まあ、各々のね、やり方で全開を見してもらいましたが、まあ、スタドラとネラメがね、かなり近い形で全開取ってるので、まあ、多分お互いのリプレイってそんなに見てないんじゃないかなっていうところもあると思うので、
ドリルの方が確かにこの場合はテスラがないというところがね、確認できれば、ドリルの方がなんか強そうではありますね。若干タイミングも早かった。いや、難しいな。モノリスのターゲットを受けてから出しても結局ウィズと打っちゃうからね。さあ、レンさん、51天才マルチ IT レイジタワーかな。ウッドランチャーセットというところで、本当に GS の人はね、ウッドランチャー好きっすね。14のから好きだなってイメージ。ゆうたくんもね、陸オーデン型のラバルするし、よっちさんとかもね、陸オーデン型のラバル、クイヒーラバルやるときとか、普通にクイヒー単品のときもそうだし、レンサーもね、バスターとか結構使うし、ゴロゴロするの好きですね、GS は。火力も高くなってるところを早めにロイヤルチャンピオンさせていきました。ぐるっと、ウッドランチャー素晴らしい。キング頑張って、それは。転生キングで降り切ると。投石の方までね、クイーンで降りたいので、フリーズかけてクローク行きたいかな、ここは。入れそうか、一発だけでも。入れましたね。あとはもうタウンホールをレイジトームでウィーンっていって、後ろの6時の投石とか、クイーン処理が難しいところですが、ここはストライカーはかけずに、まあ、キングいるんでね、キングの方にストライカー釣れちゃうので、フリーズかけて、ゆっくりかけてのレイジトーム。これタウンホールの爆破もね、結構耐えれるいいレイジトームですね。さあ、裏、ここはフリーズをかけつつのヘイスト、ポイズンまで。ラバーハウンド時間差で出していって、大砲切ったことでストライカーが通りやすい環境を作って、スケルトンの呪文、スケルトンがポイズンの呪文で鬼のように溶けていく。めっちゃあったね。最終的に3つぐらいあったの、ここ。クイーンが黒く持って最後保留するような展開を作れてます。うまい。ひろやさんがね、同じような天才からのウッドランチャーラバルやってましたが。よーい。これも14っぽいね。はい、というわけでね、終わりまして、37対34というところで、結構ウッドランチャーとトツウィズラバルが多かった印象が今回はありましたね。あとクイヒーラバルね。天才からのウッドランチャーって形もね、タウンホール14の頃には結構流行ったタイプのやり方なので、15になってもこういう風に全開取れるのを見ると、選んだ配置が良くて、そのね、戦術が刺さってるんだったら、こうやって全開取ることも可能かなっていうところですが、結構呪文の枚数がカツカツになるので、ラバルの難易度だったりとか、ヒーローパートの必ず成功させないとね、呪文でリカバリー的なことが基本できないので、しっかりプラン通りのヒーローパート、ラバルパートを組んであげれば全開取れるっていうところかな。ですが、プランが刺さってれば強いという、そういう戦術ですね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。そら